入ってデンマークからバーグスのお下も届きました、私は2月にもうデンマークも、お膝元でホームセンターで置いてるの。向こうの花屋さんはもうどこ行ってもだって高松で作ってるものを高松で置いてる感じ。なるほど。で日本のものは日本で売ってる感じ、なのでもうあっちこっちで見かけました、そして、今回は少しねデザインがもうね、こういう背が高いタイプ、コペンハーゲンのトールですね。これコペンハーゲンっていうのね、このデザインがね、そう昔のお城の中で見つかったデザインなのよね、それを復活版で、この背の高い大きな子も着てるね、このトールってやっぱ植えやすいですよね、こういうトールの形でいいなと思います。あとはこの2段目はヘレナですね。ヘレナっていうねシリーズですね、ここがシンプルなので何個置いても嫌味がない。そうね、これいっぱい置いた中にこれがあるのかな。そうです。集めたくなるよね、シリーズでね。そうで、下の子がエリザベス、エリザベスからフランスって感じ。この子たちはみんなイタリアで作ってるのね。バーグスっていうブランドはデンマークのブランド。私去年の、ゴールデンウィークだったかな、5月にバーグスの社長さんがお見えになって、2人社長さんなのね。そうなんですね。もうイケメンの若い男性。イタリア人。経営してるのはデンマーク。だからデンマークの背の高い、顔のちっちゃなイケメンの男性が2人いらして東京でお寿司を一緒に食べに。そうね、素敵な人たちでした。で、新しい子たちも今回は仕入れています。また違うねデザインもちょっと向こうで見てください。このシリーズね。そうなんです。このシリーズかわいい。これね、名前もね、デイジーっていう。デイジーっていうこの名前にもときめきますね。ときめきます。とってもね、新しいデザインですね。これはなんかまた一つ欲しくなります。そう、私はなんかデイジーを入れたい。そう、デイジーなのでやっぱりデイジー入れたいですよね。それが似合いそう。そう。あとはうちのこのクラウンがぴったりじゃないですか。どういうことでしょう。サイズ感もね、本当に素敵。これと組み合わせたら素敵。あとビオラシアターが発売したんですけど、発売になったんだけど、皆さんの問い合わせでどれぐらいの鉢がね、そう、このビオラシアターにどのサイズの鉢がありますかっていうことでよくお問い合わせいただくんです。ちょっと入れてみてるんですけど、これはヘレナの12センチっていう、そこにね全部ね名前とサイズを書いてくれてます。すごくね、そこまで可愛いんですよ。それをお皿もちゃんとねセットでね。これはセットで、この12センチのヘレナ、もしくは下になる。これはね14センチなんですよ。入らないことはないけど、花が入りづらいのね。これは14センチなんですね、書いてるんですけど、でもこれ置くだけだったらいいんですけど、この中にお花を入れちゃうとちょっとこう窮屈感が出ちゃうんじゃないかなと思うので、もしもお花ちょっとここに入れるんであれば12。あとはこのね、可愛いんですよ。これ見てください。もうデンマークのデパートではね、すっごい積んでありました。そうなんです。これデパート仕様でした。これね、もう箱からすごく可愛いね。3個セットなのね。そうなんです。なんかこれね、開けてもいいです。開けてみて。この下カーナかな。グレーのシリーズなんですけど、こちらはベージュのタイプ。これも可愛いよね。可愛いんですよ。タイプね、持ってきますね。そう、今回このシリーズも。そうで開けるとね、こうパカッとここも可愛くて、これも見て、この中まで可愛い。中まで可愛い。もう捨てられないって感じ。使い方をね、ここに書いてくれてるのね。で、そうだね。まずは水でね、湿らしてから使うのね。こう置いてても可愛いです。可愛いね。で、これがコペンハーゲンの柄です。こんなちっちゃかったらまたこの柄がすごい可愛いじゃない？そうなんです。これがコペンハーゲンの10センチになるんです。さっきのより小さいのね。
でもね、いろいろコペンハーゲンとなるとまたちょっと少し分厚いから、はい、この子こんな感じです。置いた感じで見ると。だから全部同じもので揃えずに、ヘレナタンとかと合わせてもいいし、っていう感じで。本当だ。これはなんかギフトにもいいね。はい。3個セットそう、3個セット。嬉しいですよね。嬉しいもらったら。これなんかお買い得みたいにみんなが言ってるけど。実はもうこのバークスがこの春全部値上がりしたんですよ。4月からね。はい。で、これだけは価格据え置きだったんです。本当。なので1万1000円の消費税で1万2100円。そう、3つ。これお得。ね、これお祝いとか。で、こんなにパッケージも可愛いし。そう。いいですよね。これだけ据え置きですか。はい。そうなんです。急がないで買わなくてもいいね。これはね、花束持っていけるね。少しね、少しだけ取れました。花束にもお持ちできるのはこちらの、そうですね。はい。こっちのお色どころですけど、持っていきます。持って帰りやすい都会の人もね。そうですね。そう。このまま置いときたくなるような商品ですね。はい。なのでこうトールサイズということとかちっちゃいもの、そういうものが追加されたので、そうですね。皆さんもまた欲しくなる。ね。バーグスの鉢で、デンマークではほぼデパート、高級デパートとか、あとはデザインショップみたいなところで、もしくはもう園芸店というよりは花屋さんのショップの、展開が多いです。でもホームセンターのおしゃれなところには必ずあって、で私はもう単品植えがおすすめです。寄せ植えをするというよりは、ポッティングガーデン、ポットを並べてもう単品植え、これがおすすめです。ここの人もそうしてると思います。だいたい単品で室内で使ってることが多いのは多いかなと思います。お部屋でお花を育てたり、観葉植物を入れたりしていることが多いと思います。なのでガーデンズから提案するのも単品植えです。ポットをいくつか並べてポッティングガーデンをして楽しむ。寄せ植えは一つのポットにいろんな種類の花を植えてお庭のように作って楽しむ。ポッティングガーデンはポットの高さとか幅とか、いろいろなのを使って楽しむっていうことになります。で、この背の高い子なんか難しいって皆さん言うけど、そんなことはなくて、背の高い子をね選んで入れたらいいし、低い子は垂れる子を入れたらいいし、いろいろ使えるアイテムが増えています。なので今日ガーデンズで売ってるものの中で、一番背があって花が咲いてたラベンダーを持ってきました。それとあとの子も色だけね、今日はちょっとおしゃれな感じで、紫をテーマに白と紫までを集めてみました。なので一緒に置くときにね、さっきもそうだったけど、この子も背が高いので、ふわっとこうなってくれます。ね、可愛いですね。はい。で、もう2月から植えてますけど、アネモネさんですね。ちょっと中がシックでね、素敵なのね。花が上がってきてます。でね、とても可愛い。スミレかと思ったんだけど、そうなんですよ。スミレではないんです。お花のね、咲き方がそんな風に見えますね。なんか白の中に青い薄い青ブルーで筋があるんですよね。真ん中の芯が白いの、ほら。あ、本当だ。中の芯が。なんとも言えない、真っ白じゃないんだよね。紫少しかかったお花で、強いの？そんなにね、多分ね、暑さに強くないなと思うんですよ。だから夏越しがちょっと高松では難しいかな。涼しいところに持って行っても必死で。そうです。関東より上の地域の方は多分行けるんじゃないかなと思うんですけれども。一年草扱いで考えたら今の季節楽しめて、次から次へと花が上がってきそうな感じがしますね。で、あとは新しいシリーズ。そう、新しいシリーズのデイジーですね。名前がデイジーちゃん。デイジーちゃんにはデイジーみたいなものを植えたい。そうですね。そう。それで、デイジーではないけど、デイジーといえばこういう
そう、マム系ですよね。マム系の花を思い浮かべるので、この子を入れてみたいと思います。可愛くないですか？そう、デイジーにこれを入れると本当に可愛いと思う。2つね。だから色を絞ってますよ。白から紫、花の色。で、シルバーの葉っぱがここにあるから、クリサンセマムのシルバーの葉っぱと合います。だからリーフも全部がグリーンで、今想像したらわかるかね。これもグリーン、これもグリーンだと全部同じ色になっちゃうので、そういうところでシルバーを持ってくるとか、まあ黄緑色を持ってくるとか、リーフをね考えていくとおしゃれになります。で、おしゃれのポイントはリーフだよね。そうですね、本当に。あと花数を少し、そうですね。まとまりがあった方が置いた時にグルーピングされます。はい、そうですね。で、うちの王冠がダリだった子、これね、ここにこう置くとダリですよね。はい、これを植えたいと思います。この子強いし、ふわ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 してくるし。で、ね、王冠の間からこう出てきた感じが後からね、こうやって植えましょう。これはあんまり売れないけど、私は一番使いやすいと思って、今はね、ヒヤシンス植えてますけど、年間において一番自分が使いやすいと思ってる子です。でもあんまり売れないのよね。そうなんです。おすすめです。この子はどれ植えますか？もうなんか低い感じの、垂れるような感じの、ポンとしても可愛いし、ふわふわっとして、そちらだったらどうかな。これだったら白いいますね。本当だよね。どっちもか。こんな形。なぜかぴったりなんですね。そびっくりした。おかしいけど。この王冠。いいね。いいですね。可愛い。じゃあこれでちょっと植えるものは植えてコーディネートしますし、もう化粧鉢として使うでもすごくいいと思うんですね。そうですね。こういうふうにもうポットに入ったもののちょうど同じ大きさであればもう植え替えなくてもね、いいよね。ポンと入れて、ポンと入れてもこのままっていうのが一番楽ちん。楽ちんですね。ね、はい。いつも植え替えた時に、こういう鉢皆さん残してませんか？出ますね。いっぱい出ますもんね。これ邪魔だな。そうだけどなんか使えそうと思って置いてるよね。いつかなんかで使えるかなって思って。そう、なんかこういうのをこうバーグスのなるほどぴったりのそのなんていうかな、一年草扱いするものね。ずっとこう例えばグリーンだったら。こんなことしなくてもずっと綺麗だから、この子に植え付けを直接ねしたらいいと思うんだけど、季節の花だけを楽しむっていう風なことであれば大きな子にちょこっと入るちょうどね。でこのポットよりは大きくしてあげた方が綺麗に咲き続けてくれるので、これも咲いたってね2ヶ月ぐらいのものなので、ちょっとこういうちょっと大きめのものに植え替えてあげて、でここに入れるっていうのがおすすめです。そっちの子もそうなんだけど、この子もそうなんだけど、このポットじゃちょっと小さい。なのでこれにギリギリ入る。ぴったりですね。ぴったりですね。4.5寸ぐらいありそうですよね。これに植え替えてあげて入れてあげると長持ちするっていうので、花は使い分けたいなと思います。だいたい私の庭はほとんどがそんな風にしてて、ポットの数は増やさない。本当ですね。増やすとお庭がジャングル、お庭がねジャングルというかごちゃごちゃしてくるので、いいポットを1年の中で使っていく。で上をコーディネートして変えていく。特にベランダの人とか、狭いお庭の人とかはそういうやり方がいいんじゃないかなと思います。いい鉢を大切に長く。でコーディネートをちゃんと四季それぞれ考えてコーナーを作っていく。なんかそんな風に植え替えて使っていきます。じゃあちょっと植えてみますかね。こんな深くはね
土が必要。直根だったらね、そうですね。クレマチスとかバラとか、直根って言って下に向いていく、根が性質がある子は深いのがいるけど、まあ、ラベンダーはそこまでいらないので、乾燥好きなので、ボラ土を入れますね。水が溶けるように。そうですね。水はけ良くするために。これぐらいかな。これぐらいちょっと多めに、いつもより多めに入れました。いいです。自然な感じで入れましょう。そしたらね、根が横にちょっとね、楽ちになる。はい。でも基本的に乾燥好きなので、ちょっとだけね、ペロリンコになるから。全然いいですよ。はい。じゃあこのまま。ね、はい、一つできました。はい。はい。これを植えます。はい。なんか植えないとダメですね。デイジーさんは。デイジーさんは形がね、上がね広がっているのでちょっと難しいので植えます。ほぐしてパンパンです。これは向きを花ってみんなお日さの方に向かって向いてるのよね、顔がね。そうですね。そう、あっちこっち向いてないから花を植えるときは顔を見ましょう。ね、あっち向いてホイホイってならないように、みんなの顔が正面に向くようにくるくる回して横広になった。それも横広になる。こう植える。これで箱を入れます。そのままどれぐらいで。はい。ね、1個になったみたいにね、2つカップがあったけど、2ポットあったけど、1つになったような形で、植えないと、これね、全部丸だから、丸くしたいよね、植えたものもね。そう、それを気にして高さも同じぐらいになるように。そうですね。植えます。そしたら可愛いからね。可愛いです。はい、入れましょう。じゃあちょっとぴったしじゃないね。これでこの子たちが外に伸びてくるのよね。はい。シレネだったね。シレネです。名前がね。はい。でもどっちかというとこっちの方珍しい方だね。そうですね。符が入ってない。符の方がポピュラーです。そうですね。はい。よいしょ。今入った子はこっちね、同じ種類です。はい。同じ種類で、この子は白いお花が咲いて、はい、可愛いですよね。垂れても垂れるタイプですね。そうそう。ね、垂れてくるのがいいですよね。はい、とても可愛い。垂れるのが可愛い。ポッティングガーデンのおしゃれに見せるコツ。まずポットの高さ、いろいろ同じ高さをべちゃっと並べないこと。高さをいろいろ変えて、大きさもいろいろ変えて選ぶこと。
まず一つ。そして植えるもの、花の色の数を3つぐらいまでかな。3つぐらいまでに抑える。1つにしたらとてもシンプルになりますね。全部例えば白とか。で、今日は今2つですね。ちょっとアイボリーっぽいか白っぽいものから薄いピンクから紫まで揃えてあります。これが一番大事です。ここに黄色が来て赤が来てた、トロピカルにしようと思うとそういう色を使ったらいいんだけど、ちょっと洒落た感じっていうのは女子が好きな白とか紫ですね。だからこの子も先がグリーンっぽい白っぽいものがついてる。で、紫のトーンがいろいろありますけど、全部紫。で、白い花も紫より、中が真っ白。そんな風に、とことん花の色はこだわります。形もそう。全部がデイジーちゃんみたいな花だと変化がないので、形をいろいろ変えてあげる。花の選び方はそういうことですね。で、大事なのはグリーンです。全部が花咲いてると華やかではありますけど、育ててる間にいっぺんに終わっちゃうので、次々咲くようなイメージね。で、葉っぱの色が大事なので、これが3つ目やね。2つ目は花の色と形。で、3つ目は葉っぱ。葉っぱは全部グリーンにしたら地味になります。洒落たように見せるためには、こういうシルバー色の葉っぱを入れると一気におしゃれ感が上がります。で、優しさを出すこういう斑入りの柔らかい子。でもこの子の葉っぱの色にはラベンダーの花の色が入ってて、お揃いのものを探して入れるとまとまりがつきます。で、葉っぱはやっぱり形がいろいろで、全部同じ形だとこれも楽しさが出ないですね。だから葉っぱの形も少しずつ変え、本当にこういう葉っぱは難しくってね、たくさん全部がこうなるとまとまりがつかなくなったりするので、葉っぱの形とか大きさも少し考えてっていうのが一番いいかな。で、隣同士にこう同じような色を持ってこれたらすごい素敵に見えるかと思います。そんなことかな。植木鉢の選び方、花の選び方、葉っぱの選び方、これを一生懸命考えましょう。寄せ植えするのはそれがいっぺんになったわけですね。寄せ植えってこれ全体が一つの鉢に入ったイメージ、それをばらした感じ。私はシンプルでポッティングガーデンがすごい、うちの庭には似合います。で、時々寄せ植えっていうのがいいのね。狭い人はね、やっぱりたくさん花をね育てたいから寄せ植えが多くなると思います。本当に単品植えです。うちの場合はもう黒、私の庭にあるのはこれ冬に作ったね、12月に作ったかな。これが寄せ植えぐらいかな。あとはもう単品植えがほぼほぼなんですね。だからこうやってこの子がこうあると、これも似合いますよね。シルバーとシルバーがかぶってて、でここに黒っていうか、これも紫寄りのみたいなこうコーディネーションを庭の中でもお洋服を、自分のお洋服を選ぶように選ばれたらいいんじゃないかなと思います。はい。ね。はい。これだけ揃えたいね。はい。だから今回高さがいろいろ違うサイズと形がいろいろ違うサイズが、出たので、こうやってね、高さとか大きさとかね、そういうデザインと入りながら集めるといいかも。ワンちゃんも来たのね。今日は来客が多いですね。ガーデンズはワンちゃん好きで、お店に来てもらっても全然大丈夫で、でもまたグレースが反応するのよね。そうですね。はい。可愛いです。はい。はい。こうやってポッティングガーデンもおすすめで、私がデンマークに行って、ダルビーさんのところで教えてもらったポッティングガーデンっていう言葉、もう自分の中でとっても好きな
こうね単品植えを組み合わせていくっていう、寄せ植えではなくてね、そこから始まりました。でこんなにねマーグスの鉢が日本に入ってくるようになるとは、初めて行った時は思いもしなかった。もう自分が欲しくてこの鉢を見て、なんて素敵な鉢なんだろうと思って、それまでだってイタリアのオレンジ色の素焼きのね、テラコッタの鉢しか日本になくて、うちは家が真っ白だからもう目立ってしょうがなくて、黒っぽいでちょっと白っぽい鉢とか置いてはみたんだけど、甘くて甘い感じになっちゃって、可愛すぎて自分と庭には合わないなってずっと思って巡り合ったのがバーグスでした。もうね、今年からは日本中皆さん手に入るようになります。ので、ね、楽しんでください。